はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は TRN のイヤーフックで BT20XS です。TRN のイヤーフックのレビューは BT20S プロ以来だね。こないだ KZ のお高めイヤーフック AZ20 のレビューやって、今度はエントリーモデルなんだ。AZ20 のレビュー動画を公開した後、TRN さんから連絡いただいて、BT20XS を使ってみてくださいってことで送ってくれたんだよ。最近のエントリーモデルの性能に興味が湧いたのと、リクエストのコメントもいただいてたんで、レビュー動画を作ることになったわけ。ホワイトノイズもどうなのかなって思ってたし、在庫の関係でレビューを少し遅らせてくださいということで公開が遅くなっちゃったけどね。見せてもらおうか。BT20XS の性能とやらをってことですね。また大差をかましてきたな。はじめに感想を言ってしまうと BT20XS は良かったです。微妙なポイントもありますが4000円を切る価格ですし十分じゃないかなって思いました。今回はレビューの後に充電ケースに関して試してみたことがあるので興味あったら最後までご覧いただければ幸いです。説明するまでもないかもしれないけど TRN のイヤーフックの特徴はコネクターを脱着することで QDC、2ピン、MMCX に対応可能なこと。これは KZ や CCA のイヤーフックにはないのでポイント高いよね。でもさ、MMCX はだんだん見かけなくなっているのと2ピンさえあれば大体接続できちゃうんだな、これが。まあそうなんだけどね。TRN 自体 MMCX を採用しているモデルはほとんどなくなったけど TA1 の接続には MMCX が必要なんだ。それと KZ、CCA、TRN 以外だと2ピン接続のモデルは結構あるからこいつは重宝するよ。 Amazon では現在上のような2択で3980円のセット販売をやってる。 TRN さん曰く利益はほとんどないですとのことで TRN の宣伝のためなんだって。このセットは長期展開するらしいけど突然終わる可能性もあるので気になるなら早めに買った方がいいのかも。このレビュー遅くなっちゃったから気になってる人はすでに買ってると思うけど、ちなみにセットのモデル MT1 Pro の波形はこんな感じ。セミオープン設計になってすごく聞きやすくなった印象のモデル。最近のモデルに多く見られるチューニングとはちょっと傾向が違うけど何曲か聴いてるとこの感じも悪くない。予算が取れるならコネクター1000部入りセットとチューニングスイッチ付きの MT1MAX を別に買うっていうのもあり、それでも5000円台で収まる。では BT20XS の性能とやらを見ていきましょうか。また大差が出てきた。随分上から目線だね。そうかしら。ハマーン様ほどではなくってよ。まず、コーテックは SBC、AAC で基本ラインですね。エントリーモデルなので順当でしょう。Windows 接続でドラマ視聴の際、リップシンクにちょっとズレを感じたので、レイテンシーはそれなりにありましたが、Android スマホで同じドラマ視聴の際には違和感なく見られました。接続環境の違いで、結果は結構大きく変わるのね。どうみたい。接続安定性は、ジャックさんがレポートします。はい。通勤でバス、電車に乗って往復2時間ぐらい使ってみた。Bluetooth はスマホの対応状況で 5.1 で接続。ずっと音楽を聴いてたけど全く途切れなかったよ。横浜駅の改札付近で瞬断するモデルは過去にいくつかあったけどそれもなく超安定。はい、接続は安定ということで安心ですね。本体のボタンで各種操作が可能です。音量調整はできません。位置的にはマイクが耳の後ろにあるんでしょ？ちゃんと通話できるのかな？通話テストしてみたけどこちらからの声はよく聞こえるって。そっか、実用レベルなんだね。本体稼働時間は片側 80mAh のバッテリー搭載で約13時間。本体とバッテリーケース合計で MAX40 時間。これは性能をフルに発揮した場合なので、低消費電力を謳う Bluetooth 5.3 同時でコネクトした場合でしょう。お使いのデバイスの対応状況は確認しておいた方がいいかもですね。5.3 に対応してないと接続できないの？ 4.0 以上なら Bluetooth バージョンが違っても接続できるよ。最新のバージョンで接続できるかどうかってことで、Bluetooth 5.3 対応機種で検索すると色々出てくるよ。そうなのね、了解。ちなみに通勤で1時間聞いた後バッテリー消費をチェックしたんだけど 100% で全然減ってなかった。行きも帰りも同じだったんでバッテリー消費はあんまり気にしなくて良さそう。次は有線接続と BT20XS 接続の波形変化の比較。画面の切り替えが早かったら一時停止してじっくり見てみてね。これに KZ、AZ20 も重ねてみたよ。この4つはエントリーモデル系。AZ20 は大きく変化しちゃってるモデルがあるけど本題は有線接続と BT20XS の比較なので深掘りはしないね。ただ大きく変化したんで取り方に間違いないかなどのチェックは何回もしてる。次は価格帯が上のモデル中心。こっちも AZ20 で大きな変化が VX Pro で起きてる。有線接続と BT20XS の比較で気になるほどの大きな変化はないかな。BT20S Pro の時に比べ波形変化は少なくなった気がするし、変化したとしても耳は劣化してるという感覚はないな。外で使うならこのぐらい聞ければ十分って気がするよ。聞いた印象としては有線接続に比べ BT20XS では少し低域が軽くなる印象だったよ。ホワイトノイズに関しては愛からお話しさせていただきます。いきなり結論ですが全然気にならなかったです。曲が終わって10秒ぐらい無音状態が続くとスタンバイになりますが、そこの区切り前後で変化があるようには感じなかったですね。フル BA モデルで一つだけノイズを感じたものはありましたが、その程度です。
通勤で2日連続で使ったけど、外での使用ならなおさらホワイトノイズは気にならないし、自分の感覚ではそもそもノイズはないと思えるレベルだったので大満足だよ。音質面はどうだったの？コーデックが AAC までだから KZ、AZ20 のアプト X アダプティブ 24ビット 96kHz と比べたりすると情報量の差がある分 BT20XS は多少平面的で余韻とか空間の自然な広がりに物足りなさはあるね。それと低域が少し軽く感じる分広域側が目立つ質感かな。とはいえ AZ20 の4分の1ぐらいの価格だし、外で何回か使ってみて接続も安定してたし、ホワイトノイズも感じなかった。この価格帯では装着感でも収納面でもコーデックの面でも有利な KZ、AZ09 Pro の存在が大きいんで厳しい戦いになるかなとは思うけど、発売時期に1年以上の開きがある部分は BT20XS 有利かな。3000円台で手軽に入手できるんで MT1 Pro とのセットとか買っとくのもいいんじゃないかな。ということで TRN のエントリークラスのイヤーフック BT20XS のレビューでした。この先はレビューじゃないんですけど、興味あったらお付き合いください。さて、本編ではあえてあまり触れなかった充電ケースのことなんですが、 BT シリーズの充電ケースは本体が無理なく収納できる設計にはなっていないと思うのね。で、以前から内部構造を確認してみようと思ってた。失敗しても BT20XS のケースがあるから保険にもなる。どっちのケースでも充電できるのよね。そう。で、今回は BT20S Pro のケースで実行。ああ、それは当初からの問題点でしたね。無理すれば入るけど、イヤピが変形しちゃったり、イヤーフック自体のアーム部分にも負荷がかかってましたし。そうなんだ。なのでまず内部を確認してみた。プチ改造で収納しやすくなるかどうかってことですね。そう。工具なしで上部を外すことができた。内部の状態を見ていけそうだったので、この部分を切り取ってバッテリーを底の部分に貼ってみた。横から見ると少し隙間ができる分、本体を収納しやすくなりそう。バッテリーを絶縁テープで保護した後、イヤーフックを収納してみると、やらないよりは良くなったかなという程度だった。これだとちょっと不満。で、さらにプラケースの下側の底部もバッテリーが収まる大きさに切り取り、赤枠の部分が本体に当たっていたので、ここも追加で切り落とした。もう一回、バッテリーを絶縁テープで保護した後、イヤーフックを収納してみると、さっきより良くなって結構実用レベルになったかな。目標は本体を収納しやすくできるかどうかだったので、部品追加などせずにできた。効果もそれなりにあって一応満足。バッテリーをもっと小型にすればさらに効果がありそうだけど、やるかどうかは未定。この充電ケースはメーカーさん側でちょっとした改良ぐらいでは追いつきそうもなく、イヤホン本体を無理なく収納するには根本的な設計の見直しが必要そうだなと思った。あくまで個人的見解だけどね。そうなんですね。でも皆さんに改造を推奨しているわけではないので真似しないでくださいね。もしやるとしても自己責任でお願いね。ということでレビューからは脱線してしまいましたが、充電ケースは本体収納問題からも解放され、個人的には価値が上がり、気になっていたことがクリアになってすっきりです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。